こんにちは、メイです。前回はここの住宅街を作ったので、今回は右側の海の橋処理をしていきます。左側とは違って少しノスタルジックな感じにしていきます。ノスタルジックな雰囲気になるかどうか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。住宅街から右側に行って、さらに上に行ったところが今回の作業現場になります。ここに線路とお店と堤防を作ります。今回も崖を作ってマイデザインを貼っていく作業がメインですね。堤防を右端まで作っていきます。さあ、ついにオランジェ島を横断してしまったこの堤防。案内所裏に堤防を作った時には全く想像すらしなかった島を横断してしまう堤防。堤防を高くしても堤防裏も表も水浸しで意味をなしていないんですよね。作る意味や意義を問われてしまいそうですが、作りたかったから作った。ただそれだけのために存在します。前に視聴者さんから好きなことを島クリエイトしている姿を見て自由に作ってもいいんだと思い、それから島クリエイトがはかどっているとのコメントをいただきめちゃくちゃ嬉しかったです。私の自由な島クリエイトが誰かの背中を押したんだ、よかったと安心した瞬間でもありましたね。ここに駄菓子屋を作るために縦側に拡張します。縦10マス横10マスですね。横は作業しやすいために大きめに作っていますが、後で削るので最終的には8マスになります。島クリエイトで小さく作りすぎてよく後悔するので、初めから大きめに作ることをようやく学びました。駄菓子屋計画としては、手前にシベリアの駄菓子屋、奥にシベリアの住居と森という感じです。駄菓子屋ということもあって今までと雰囲気を変え、ノスタルジックな雰囲気にしていきます。今回はシベリア宅のリフォームはしませんが、後に住民宅レイアウトをまとめ動画で公開する予定です。ちなみに横に映っている家はフランソワちゃんのお家です。砂浜から砂浜へ移住してもらいます。住む場所は決まっていないオランジェ島の住民は残すところあと3名になりました。砂浜で砂になりながら生活してもらっています。掃除が大変そうですね。L 字の土地ができました。マイデザインを貼っていってシベリア産地の場所を決めます。前に作った道路から右側に道路を拡張していきます。駄菓子屋の前までは引っ張らずに崖の角まで引っ張ります。この時の私は後で崖を削ることを失念しておりまして、崖の角の位置を間違えております。動画の進行上こうやって間違えられると見てる側がわからなくなるのでやめてほしいんですよね。と過去の自分にそう思いながら編集しています。住民宅の場所決めのためにレトロな停留所を置きます。こういう時はかなり慎重です。駄菓子屋の横幅を最終決定させていきます。住民宅から一マス開けたところですね。横幅を決めたところまで先ほど伸ばした道路をさらに伸ばしていきます。間違えた箇所をしれっと直していっています。駄菓子屋前は土の道を敷いて古い感じにします。ノスタルジックな雰囲気作りですね。外観の色は今までの家と同じようにして形だけ古い感じにしました。裏側から作っていきます。落ちないように毎度おなじみ石壁を建てます。盆栽棚を置いて昔っぽさを出しつつ、西部の街並みを2つ置いて家が奥まで続いている風にします。ケロケロケロッピな廊下で縁側を再現。アミーボ限定家具ですね。家の裏に木を植えて森感を出していきます。田舎だと裏の山は自分の土地とかよくあるので、それを再現する感じですね。つまりシベリアさんは土地持ちの地主的な立場ですね。サインランプを置いて24時間強制オープンさせていきます。種吉もびっくりの24時間労働です。地主のシベリアさんには逆らえないので、どんな営業してても何も言えないんですよね。広葉樹と針葉樹を混ぜながら植えて、低木もたまに植えていきます。忘れていたドーナツ丸椅子。
サインランプの緑と合わせて対角線上に置いてバランス調整をします。ここの石壁部分は今後変更するかもしれませんが、今日の見栄えのために柵を立てます。鉄の柵も伸ばしていきます。古いお店の外観が完成しました。縁側がいい感じ。次は海部分を作っていきます。いらない崖部分を最後の1列は残したまま削っていきます。森を作るので後ろに4マス崖を足して左側に崖1列を作っていきます。木を植えれるのにぴったりくらいになるようにしています。前に作った海の砂浜をつなげます。右に行くほど海が深くなる想定なので砂浜は少なめにします。波を崖までつけて海側には波をつけません。どうかの海のマイデザインを敷き詰めていきます。オランジェ島はほとんどがこのマイデザインで埋まっていますね。本日主役の海に少しだけ使った線路。現実世界ではあまりこういった線路がないので書くのに苦労しました。海に浮いている線路でワンピースの海列車みたいな構造ですね。木の部分が咲く水に浸かっていてレールが表面に近い感じです。水や光の屈折などの原理は適用されていません。崖と線路の間を作っていきます。カーテンを挟むようにシンプルなパネルを置いてその前に遺跡のアーチを置きます。右の崖はコンクリートの擁壁にしています。そんな擁壁で大丈夫かと心配になるくらいの薄さですね。崖とぴったりくっついていないのでなおさらシベリア山地が心配です。一部崖肌見えちゃっていますが OK です。崖上の森を作っていきます。手前は小さめな木を植え奥に育ちきった木を植えます。3段目を作らず山の傾斜を表現するためです。木の根元に低木などを植えることで森感が出やすくなるので積極的に根元を隠していきます。山を作った時の経験が生きてきたようですね。針葉樹と広葉樹の位置を変えます。山を作った時の経験とはまだ浅いようですね。見えないけど気分的にシェフレランを置いて麦畑を量産していきます。手前は変化をつけたいので生垣を立てていきます。狭いので一旦縦向きに立てまた柵をしまうことで横向きの柵にしていきます。崖肌が見えると非常に微妙なのでツタをかけて隠していきます。ちゃんと盛りってきましたのでこれで奥の崖上は完成です。次は線路周りの飾り付けです。広間の汽車を置いていきます。その後ろは滅場車。なんで屋根紫と思いながら使っています。線路横に電柱を置いて画線中に見立てていきます。これがあると現実っぽくなりますね。葉っぱや波のきらめきなどを海に貼り付けていきます。利便性を捨て柵を立てていきます。すべてはその日の見栄えのためですね。このアングルだと完成したように見えますが実は斜めにすると崖下が気になりすぎますね。崖下は今後変えるかもしれませんがとりあえず作ります。作るといってもシンプルなパネルを並べていくだけ。特に何も話すこともないくらいです。駄菓子屋と海列車はいかがだったでしょうか。この土地不便そうと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine.